不動産屋さんの怪談です。今回のお話はうちの社長が男性の顧客の方から聞いた摩訶不思議な体験談です。そのお客さんを仮に永井さんとしておきます。永井さんは今はもう定年退職されていますが、長く印刷関連の仕事に就いていました。その永井さんが40歳前後の頃、彼の知り合いに東京都内の板橋区でハンコ屋さん、つまり印鑑屋さんのお店を経営している人がいました。そのお店は住居も兼ねた2階建てで、東武東上線のとある踏切の脇にありました。ところでその踏切ですが、当時やたら踏切に進入して命を落とす人身事故が多かったそうです。もちろん恋に飛び込む人もいたとは思いますが、踏切で待っている人が突然スーッと何かに引き寄せられるかのように踏切内に入っていくそうなのです。周りの人がすぐ気がついて急いで引っ張り戻して難を逃れた人もいましたが、そのまま電車にひかれて命を失う人もいました。そしていつしか踏切事故で亡くなった霊に引き寄せられるいわくつきの踏切と噂されるようになりました。そういうわけで東武東上線側はその踏切の脇に慰霊碑を建てて踏切事故で亡くなった人たちを供養したということです。さて、永井さんの友人の印鑑屋さん、仮に A さんとしておきますが、A さんのお店はその慰霊碑の建っているちょうど脇にあったそうです。永井さんの話では当時 A さんのお店はそんないわくつきの踏切の脇にあるにもかかわらず大変繁盛していたとのことでした。そんなわけで A さんは2階建ての住居兼店舗を取り壊してもっと大きなものに建て替えることにしたそうです。幸いにもその A さんの店舗のエリアは商業用地域で、また路線脇のため建蔽率も緩和されるので、大きな鉄筋コンクリートの5階建てのビルを建てることができました。ところが5階建てビルを建てるにあたり、例の線路脇にある慰霊碑が工事の邪魔になったそうです。そこで建築を請け負った建築業者が一旦その慰霊碑を撤去して、ビルが完成したらまた元の場所に戻すという段取りで関係者に許可を得たということでした。そこでまず慰霊碑を取り除いてから建築に着工したそうです。そして無事に A さんの5階建てビルは完成しました。それは1階が店舗、2階3階が印鑑を作る作業場、そして4階5階が A さん家族と A さんのご両親が住む居住用でエレベーター付きの立派なビルになりました。こうして新しいビルでさらに積極的に事業も拡大していけると A さんは喜んでいたそうです。ところがでした。その建築を請け負った建築業者が例の慰霊碑を元の場所に戻すことをしなかったのです。詳しい経緯はわからないのですが、うやむやになってしまったのか、後にそれが問題になることもありませんでした。するとそれからです。A さん家族が5階建てビルで生活しだしてすぐでした。このビルで怪奇現象が頻繁に起きるようになったそうです。まず夜になるとおかしなラップ音が鳴り出し、誰もいない部屋で人の話し声がしたり、深夜家族はみんな寝静まっているのに、誰かが廊下をひたひたと歩く足音がしました。また昼間でも廊下をさっと誰かが横切る影が見えることもありました。特に深夜になると踏切のあたりから「お母さん、お母さん」と呼ぶ子供の声が聞こえるそうで、A さんの母親が気になり窓を開けてみたのですが、誰もいませんでした。それらは家を建て直す前には全くなかったことで、このビルになってから数えきれないほどのさまざまな怪奇現象が次から次へと起きてきたそうです。さて、そんなある日のことでした。
このお話をくださった永井さんですが、この印鑑屋さんの A さんとは仕事以外でも仲が良く、用事も兼ねてその A さんを訪ねることになりました。A さんが、永井くん、明日の午後3時にうちのビルの2階の作業場の方に来てくれる？俺そこにいるから、と言ったそうです。そこで永井さんは、ああ、わかった。いつもの作業場ね。じゃあ2階の作業場に3時に訪ねるから、そう約束を交わしました。そしてその約束の日、永井さんは A さんに言われた通り、3時に印鑑屋のビルの2階の作業場を訪ねました。そして2階の作業場の引き戸の扉を開けたそうです。すると永井さんは、あれ？となりました。その作業場には誰もいなかったのです。なんだ、A さんいないじゃないか、と妙に思ったその直後でした。突然、ゴー、ゴーとすごい地響きのような轟音が2回も鳴ったのです。永井さんは、なんだなんだとびっくりしたそうです。それは今まで聞いたことのない轟音だったので、慌てて周りを見渡したのですが、何も特段変わったことは起きていませんでした。ああ、驚いた。今の音は何だったんだろう、と永井さんは不可解でしたが、それよりも約束した時間に A さんが作業場にいなかったことがさらに不可解でした。几帳面な A さんらしくなかったのです。少しは待ってはみたものの A さんは現れなかったので釈然としませんでしたが、永井さんも次の営業の仕事があるので仕方なく印鑑屋のビルを後にしました。そしてその夜、 A さんに電話をするとちゃんと電話口に出たので、彼が話す前に永井さんの方から「お前どうしたんだよ、約束の時間に作業場にいなかったじゃないか」と少し不機嫌に聞いたそうです。すると驚いたように A さんが「何言ってんだよ、自分はちゃんといたよ」とそういうのでした。そして確かに3時に2階の作業場で自分は作業していたよ。そっちこそ来なかったじゃないか、と言いました。永井さんはわけがわからなくなり、俺もちゃんと3時に訪ねたよ。でも2階の作業場には誰もいなかったぞ。そう言うと A さんはしばらく言葉が詰まり、そしてこんな話をしてくれました。その日の午後3時、確かに A さんは2階の作業場でいつものように作業をしながら永井さんが訪ねてくるのを待っていたそうです。そしてちょうど3時になり、永井さんが訪ねてくるくらいの時間でした。A さんは時計を見ながら、そろそろ永井くんが来る頃だな、そう思っていました。ただその時ふと周りの空気がいつもと違う感じがしたそうです。すると突然、カチッという音がして、勝手に目の前の作業場の引き戸がスーッと一人でに開いたのでした。A さんがハッとすると、開いた扉の前には誰もいませんでした。A さんはみるみる血の気が引いたそうです。誰かが扉をしっかり引いて開けなければ開かない引き戸なので、勝手に開くわけがないのです。でもまるで誰かが引き戸を開けたかのようだったということでした。ここまでの A さんの話を聞いて、永井さんは自分たち2人に何かおかしなことが起きていたのは分かりました。永井さんが2階の作業場の引き戸の扉を開けると同時に、不可思議な轟音がして、作業場には A さんは存在しなかった。そしてまたその A さんは、永井さんが作業場の扉を開けた同時刻に、永井さんは現れず、その作業場の扉だけが勝手にスライドして開いたのを目撃していたということでした。奇妙にも2人ともその場にいたのに、2人が出会っていないのです。それは同時刻の同じ場所でお互いのいる次元が変わったということでした。瞬間的に時空が歪み、出会っているはずがそれぞれが違う次元に存在していたのでした。
永井さんはすぐにはこの現象が信じられませんでした。話には聞いていましたが、実際に怪奇現象を目の当たりにすると、あのビル自体が何かに呪われているようで不吉な予感がしたそうです。ところで A さんは作業場のドアが勝手に開いた時、異常な何かを感じ、ここにずっといたらもっと恐ろしい現象が起きると予感しました。すぐに立ち上がり、この場から逃げなくてはと急いで作業場からビルの出口に駆け寄り、外に出ようとしたそうです。すると突然、何もないところでドンという衝撃が起き、目の前の何かにぶつかった感じがしました。それはまるで人間にぶつかったような感触でした。うわっと驚いて、何にぶつかったのかと前を見ると、そこには一瞬だけ見知らぬ人が立っていたそうです。A さんが恐怖で固まっていると、その人影はスーッと消えていたという話でした。瞬きほどの出来事でしたから、どんな人だったかまでは分かりませんでした。それでも A さんは幽霊とぶつかったと分かったそうで、その時幽霊にも実際の人間のように質量があるようだと話していたそうです。それからも印鑑屋のビルでは相変わらず怪奇現象は収まりませんでした。そして永井さんの不吉な予感は当たっていました。結局あんなに繁盛していた A さんの印鑑事業は衰退していき、5年も経たずに印鑑屋は倒産してしまったそうです。その後、その鉄筋コンクリートの5階建てのビルはまだ新しいにもかかわらず、なぜか取り壊されてしまったということで、現在は全く別の建物があるということでした。その後 A さんの消息は分からなくなりました。やはり例の慰霊碑を戻さなかったことに関係するのか、怪奇現象が多発していた初期の段階で手を尽くせば違った結果になっていたかもしれませんね。最後に例の慰霊碑ですが、永井さんは現在どうなったのかわからないそうです。私もネットで調べてみたのですが、全くわかりませんでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。